愛を知る県愛知県の佐藤義郎です。こんにちは。ゲストでマイナス63キロ級の、初代王者大和哲也選手を迎えました。よろしくお願いします。大和哲也です。どうも。本当はですね、僕と哲也の佐藤義郎チャンネル的なノリで大和哲也選手をゲストを迎えて2人でやるはずだったんですけど、なんか哲也に電話がかかってきてなんとその相手が機材もんだったんですよ。俺も参加させてくださいよとか言うもんで、仕方なく飛び入り参加することになりました。西賀機材もん選手です。よろしくお願いします。機材もんです。では今から今回のマイナス63キロ級の日本トーナメントの予想をしたいと思います。まず1回戦、大和哲也対ひろやくんの試合ですが、先週29日にですね、29日じゃないわ、21ですね。21日にですね、ニュージャパンキックボクシングで大和哲也対西山選手、すごいいいカードが組まれました。で僕は正直、ひいき目なし五分五分だと思ってたんですね。でもそれがなんと大和哲也選手、もう完全な復活を遂げて圧勝してしまったんですね。もうリング上で見ていて、もうなんか怖さを感じるぐらいの強さを見せてしまったので、なんか調子でそのままいけば、1回戦ひろやくんもすごいね、今黒田選手っていう強い選手に勝ちましたけど、勢いでいったら僕はまだひろやくんかなわないんじゃないかなと思います。なので大和哲也が1回戦クリアです。第2試合、浦部浩也選手対結城選手。これはですね、結城選手のファイトはね、すごい気持ちいいぐらいのね、攻撃的で好きなんですが、でもこれ浩也選手うまいんです。とにかくもう大和哲也も完封されました。だからこれもね、また結城選手の勢いをうまくかき消して浩也選手がね、判定で勝つんじゃないかと思います。第3試合、久保優太選手対西賀機材もん、久保選手でお願いしますですね、詳しく説明しますけど、予想は久保君なんです。でも今までの機材もんの戦い方をそのままやったら僕は久保君に勝てる可能性はちょっと低いかなと思ってます。でもさっき、ね、ちょっとアドバイスを求められて、ちょっと助言をしたんですけど、その戦い方がうまくできたら、もちろん勝機はあるんじゃないかなと思います。で普通に考えたら久保君ですね。でもこれ機材もんの奮起にも僕は期待してます。やっぱり大番狂わせがね、僕はするんで、やっぱトーナメント醍醐味なんで。で4試合目、野入正明対梶原隆二。これ僕今の普通の総合力で言ったら僕は野入君が上だと思うんですよ。テクニック、キックボクシングのテクニックでですね。でも4月の29日かな、クラッシュで4月の30日ですね、クラッシュで強肩竹内選手にですね、壮絶な KO 負けを喫したばっかなんですよね。僕だからなかなかね、あそこまでの KO 僕もされたことないんで分かんないですけど、かなりダメージ大きいと思うんで、僕はこれね、梶原選手が勝つと思いますね。準決勝ですね、大和哲也対浦部浩也。これは僕ね、ものすごい楽しみな試合です。哲也はやっぱ後輩ですごい仲良くさせてもらってるんで、
このもちろん去年の浦部浩也選手と戦った試合も会場で見てたんですけど、ものすごく悔しかったんで、悔しかったけど山野哲也の最後までね前に出る姿勢とか諦めない姿勢っていうのはものすごく感動した覚えがあるんですよね。でそれでも最後までクレバーに戦った浩也選手のハートの強さ、あれは素晴らしいと思います。でもやっぱこの間の西山選手との試合を見て怖かったんで、これ山野哲也がねリベンジするんじゃないかなと。なので山野哲也決勝に行きますね。で反対ブロック、ありがとうございます。反対ブロック、久保優太選手対、梶原隆二選手ですね。僕ね、梶原さんはサウスポーのミドルとかをね、おそらく対処しきれないんじゃないかなと思います。だから久保君がうまく左ミドルを何発のタイミングよく合わせて、ポイントアウトするんじゃないかなと、そう思ってますね。僕が勝った場合どうなるんですか？機材もんが勝った場合、僕が勝った場合、それは OK 俺勝つし、それ聞きたい。機材もんが勝った場合はこれ負けてますからね。4月30日にこう梶原選手のワンツーだよね。ワンダウン取られたの。押しに行ったところ右なの。右のね、やっぱ梶原選手すごいのは右のショートがすごいうまいんですよ。さすがボクシングの元チャンプだなっていう感じで、あれは自分もすごい見習うべきものがあって、で機材もその右ストレートで、ね、パタンと倒されて、ダウン取られて判定で持って帰ったんですけど、機材もん対梶原さんだったら、機材ももう二の鉄は不満と思うもんで、どうなんだろう。これ、下手したら機材もんも僕持っていくんじゃないかなと思いましたね。梶原選手と機材もんのこの間の1回戦の試合も、機材もんもまた完成度すごい高くなったなと思ったんですよ。これ折るからじゃなくてね、直接言ったもんね、強くなったなっつって。ありがとうございます。言ってもらいました。だから全然分かんないと思います。これは何回も10回やったら5回勝って5回負けるみたいな、そういう五分五分の勝負だと思います。いいっすよ。佐藤さんを僕は見習って格闘技をやってます。スタイル全然違うね。って感じだけどね。いいや、機材も1回戦で負けてるからだから次決勝ですね。山野哲也対久保優太、とうとう来ました。去年と同じ展開ですね。これはな、僕ね、今回はね久保君の勝利予想にしますよ。そこまで聞いてこう上げて落とす。じゃあ、上げて落とす。これはなんでかっていうと、哲也はサウスポーに対しての信頼が僕にはないんですよね。そうですね。センチャイソーキングスターにも負けてますし、あと久保君にも、すごい劇的な勝利だったとはいえ、ダウン取られてますし、浦部君にもねダウン取られてるんで、山野哲也ひょっとしたらサウスポーが苦手なんじゃないかなっていうなんか自分の勝手な考えがあるんですよね。なのでやっぱりサウスポーってオーソドックスと戦い慣れてるんで、技術で戦うんじゃなくて、本当去年の決勝のような感じでですね、もう相手を距離を潰しちゃって、そうですね、距離を潰すのが大事かなと思います。離れて戦ったら結構本当久保選手ね、すごい技術高いんで結構危ないと思いますね。でももしそうなったら逆にもう去年のやつがあるから離れて戦わな気がするんですよ。距離取って向こうもバカじゃないから。向こうも出てきたからね。だからもう本当分かんないですよ、ここも差はないですよね、正直。だからその日のこれめっちゃ楽しみで1回戦どうなるか本当に。その日のコンディションにもよるし、その日の精神状態でもまた勝敗はガラリと変わってくるんじゃないかと思います。だから今
時点では久保優太は優勝で、僕が勝った場合どうなるんですか、決勝は。決勝はまたこう今度大和哲也のレバーが炸裂して膝もが悶絶 KO 負けなんじゃないかな。確かにボディ痛いしなまあ難しいね、本人を目の前にしてあれは。いやー、もう僕はもう完封すると思うんですよね。アンディ・サワーとの試合を見て、中盤までの、ね、ヒーローの動きといい、まああれがクライスだったら全然、まあ完封だろうなと、危なげなく勝ちそうな感じがします。頑張りますありがとうございます。僕の大先生の佐藤さんなら完封して勝つと思ったんですけど、ちょっと今の優勝するの久保優太とか言ってたんで、おいおい大丈夫かと、そういった面でやっぱりまだまだ心配というか、まあこういうこと言っちゃ悪いんですけど、まだ勉強不足かなと油断せず、ちょっとまあ接戦にはなると思いますけど、まあでもやっぱり大先生の佐藤さんはね、膝蹴りでクラスの花をへし折ってくれると思います。まあ小森会長からも完封しろと、お前の技術力だったらそれができるはずだって、自分にとってはものすごい高いことを求められとるなと思って、クラスになったらもう本当に捨て身で、ね、肉弾戦でやんないと勝てんかなと思ってたんですけど、まあ、哲也もこう言ってくれてるし、機材ももないそう言ってくれてるんで、まあ、魂で戦いつつも、まあ、あくまで氷のように冷静に戦えたらいいなと、はい、それに関しては本当もう怒り心頭ですよね。じゃあ僕ね、こう1分間にじゃあ栄を1分間歩けば AKB より可愛いやつ1人が見つかります、そのぐらいのね、それ名古屋のクオリティ。いやでもそれ AKB ファンを敵に回しましたよ。数が多いっすよ AKB ファンは。そうごめん。でもごめん。SKE にしようか SKE。手羽先山ちゃん。山ちゃん。でその名古屋って東京ってたまに確変を起こしてとんでもない美人が歩いてる時あるんですよ。名古屋はそういう確変は起こらんけど、こう粒揃いなんですよね。みんな可愛いんですよ。こうなんていうんですかね、通知表4の子が多いんですよ。東京は5もおれば1もおりますけど、名古屋は4が多いんですよ。粒揃いなんですよ。名古屋に遊びに行ったんですよ。家庭教師の先生に会いにね。でその時に名古屋でこうまあ歩いてて、まあ、大阪って結構歩いてて僕あんまり好きな子できないですけど、名古屋歩いてたらまあ10分に1人くらい好きな子見つけましたね。俺この子好きみたいな。名古屋可愛いよ。だから結局ただの妬みなんじゃないかなと思うんですよね。大阪は微妙だけどね。名古屋は間違いなく可愛い。大阪は結構ね、パンチ効いた女の子多いから、もうみんなもう行く行く出る出る、私やからそれはやめとけみたいな、おとなしくしとけみたいな、ほらみたいな。怖いです。機材門選手怖いです。オラオラ系ですね。まあ、あとは名古屋の子は塩らしさがあるからね。こうちょっとこう控えめな感じで、こう男の後こう3歩歩いて、あなたのためになんつうんだろうな、私の夢はあなたの成功みたいな感じなんですよ。もう最高。もそういういい子が多いんですよ。それやっぱりあれですか、奥さんもそういう感じ。うちの嫁さんもそうだね。だからそういうリアリティな話ができるんですね。まあ君はまだまだだね。愛してるわ。注意1ホールディング注意まあ今年初めての K1 の開催で、まあ、みんなすごい待ちに待った開催だと思ってます。で僕自身のカードもすごい勝負性の高いカードで、まあ、今まで2連敗してる相手なんで、まあ3度目の正直ブアカを倒した時のように自分をねイメージして、戦います。なんだろう、こうテレビ中継されるかどうかわかんないですけど、まあインターネットでやると思うんで、まあ、会場に来るなり地方の人はネットで見るなりして、ぜひ自分の戦いを見てください。よろしくお願いします。
そうですね、僕もやっぱりこの K1 が6月25日に開催されるのはすごく嬉しく思いますし、もう今からすごく興奮してます。今回の63キロのメンバー見ても強い選手ばっかりなんで、ディフェンディングチャンピオンというふうには思ってないんで、1選手として8人のトーナメントの1選手として2011のベルトを取りに、戦いたいと思います。誰が来ても厳しい戦いなんで、一戦一戦自分の相手になった選手を倒して勝って上がるっていうことを意識して自分を作っていきたいなと思います。今年一発目の K1 なんでしっかり盛り上げて大会にして、ほんまに昔のように2ヶ月1回とかほんまにいっぱいイベントしたいからしてもらいたいし、そうせんのやっぱり自分らの活躍する舞台もなくなってまうし、自分のその教えてる子供たちの俺が昔ちっちゃい時その K1 見てここの舞台だって活躍したいと思った時のように、僕の教えてる子供らにもやっぱりそういう風になってほしいから、やっぱみんなで試合して盛り上げて、でその中で俺が一番輝いたええか思うから、とりあえず雄太倒して頑張って優勝するんで応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。